おはようございます。さすらいサーフ TV のカナンです。いつも動画見てくれてありがとうございます。今海に来ていて、千葉の北部に来まして、すごい波いいんですけど、ちょっとねどの板で入ろうかなとか、どんな感じかな、どこで割れてるかなっていうのをちょっとじっくり見てたんですけど、はい、今日はちょっと海に入る前に皆さんにお話ししたいことがありまして、なんとですね、今月10月でさすらいサーフ TV チャンネル開設から3年が経ちました。3周年です。ありがとうございます。いやーもう本当にね、いつも皆さんに見ていただいて楽しいって言ってもらえたり、サーフィン頑張ってねって言ってもらえたり、サーフィンしてる気分になるとか、トリップに行った気分になったって言ってもらえて本当に嬉しいし、本当にありがとうございます。いやもうこの3年すごい一瞬だったなっていう気もあれば、あれまだ3年しか経ってないんだとか、もう3年経ったんだとか、なんかいろんな思いがあるんですけど、この YouTube を始めたのもサーフィンめっちゃなんかハマって、このサーフィンで生活したい、サーフィンを軸にした暮らしをしたいとか、サーフィンで生活できるようになりたいっていうところから始めて YouTube をね始めたんですけど、なんか本当に今それが実現できていて、 YouTube 始めた頃からこのサーフィンが上手くなりたいとか、サーフィンで暮らしたいっていうのがずっと今でも変わらず気持ちが続いてるっていうのもすごいサーフィンの魅力だなとも思うんですけど、もちろん見てくれてる方がいるからこそのこのチャンネルだと思うので、本当に皆さんに感謝してます。いつもありがとうございます。でもなんかやっぱ3年を振り返ると本当にいろんなことがあって、もちろんほとんどね楽しいことだったりもあったし、大変だったり辛いこととかもあったりもしたんだけど、でもやっぱそれもいろんな思い出として、この YouTube をやってなかったらとか、サーフィンに出会ってなかったらこうなかった経験、味わえなかったことっていうのも本当にたくさんあって、すごいこの3年間は自分の中でもこの先生きていく中でメインないろんなことがあった3年間になると思うし、でもどんどんこの新しいこととかチャレンジしていくこととか決断とかっていうのをどんどん塗り替えて生きていきたいなと思ってるけど、やっぱり自分にとってすごいこの YouTube 始めてからの3年間っていうのは人生の中で大きなターニングポイントじゃないけど、そういう時期だなって思いますね。本当に3年すごいですね。さなんかねふとね思ったんですよ。ふと思ったっていうか、やっぱサーフィンってすごい難しいし、全然成長してる感じってしないじゃないですか。でほとんどの方がやっぱ大人からサーフィン始める方が多いと思うし、私も20歳超えてから大人になってからサーフィン始めたんで、本当になんか気持ちと体が連動しなかったりとか、でもなんかそれをトレーニング頑張ってみたり、いろんなことを補ってみたりっていう努力をしてるけど、やっぱり上手くならないってからすごい難しいっていうのが前提にあって、でも多分前回動画でも言ったと思うけど、それがすごいサーフィンの魅力なんだなとも思うんですけど、でもなんかこう伸び悩むなとか全然成長しないなとかいう気持ちになると思うんですよ。私もそうだし、なんか結構インスタグラムの DM だったりとかメッセージとかでも全然上手くならないとか、あと私サーフコミュニティ、サスラインっていうサーフコミュニティやってるんですけど、そのメンバーさんとかも全然上手くなってる気がしないとか、そういうことを言ってくれたりすることってあるんだけど、でも海に入って何か意識を持ってやってたら絶対上手くなってるし、やっぱなんかそれを私はこの3年間で成長記録として残せたっていうこともすごい私にとっては実績というか嬉しいなって思います。なんかねふとね2年半前ぐらいの動画を見返したんですよ。めっちゃ下手くそだったなと思って、今はねちゃんとカメラで撮ってるんだけど、最初はソロショットっていう自動追尾のカメラで撮っていて、初めてそのソロショットを導入した日のサーフィンをいけでも結構いいとこがテイクオフしてる。ダンパーですねとか言って抜かしたこと言ってますよ。来ました。やっぱこの頃からグーフィーしか乗ってないですね。テイクオフで詰まった。やっぱこの頃はねテイクオフできても全然スタンスが決まんなくて苦戦してたな。足最初の方見てもらうと分かるんですけど、スタンスとかやばいんですよ。私ほんと変な癖がついちゃって、それ直すのにもやっぱ1年2年、今でもたまに合わない時もあるし、ようやく安定してきたっていう感じで、いやで結構ねこの時期は特に波いい日しか撮影してなくて、てか波良くないと乗れなかったんで、これでも割と乗れる日だったんだけど、やっぱねこうやって何年か前の動画を見返すと、成長してんなとか、こんな乗れなかったんだとかめっちゃ思って、なんかす
ごい勇気になるし、今でこそねちょっと乗れるようになってきて、なんかすごい上手くなりましたねとかかっこいいですねって言ってもらえたりするんですけど、やっぱりこういう時があってこそのここだし、全然なんか今でも乗れない時もあるんですけど、なんかやっぱ積み重ね、なんか頑張ってきたんだなって思いました。もう何歳からでも遅くないなってすごい思ったし、やっぱりもちろん例えば今の私の年齢で10代の子とかには体力でかなわなかったり成長スピードが遅かったりすることもあると思うんだけど、でもそれを言い訳にしたくないっていうのもすごいあって、何歳からでも絶対上手くなるし、絶対意識持ってやってたら上手くなるっていうことを心に置いてサーフィンしてます。でもやっぱこの頃は今の私のレベルぐらいにもしなったらすっごい楽しいだろうし、なんかもうなんだろう、とてつもなく充実感に満ち溢れてもう満足してるんだろうなって思ってたんですけど、やっぱ今このレベルに達した時に全然満足してないし、なんかむしろもっとこうしたいとか、もっとああできたとか、あの波でもっとこうしたいっていう欲がどんどん増えていく感じがめっちゃして、それがねサーフィンのドツボにはまる魅力的な部分だと思うんですけど、多分満足したらそこで成長は止まると思うし、どんどんね、なんかこれからもこうしていきたいって思えるっていうもの自体が本当すごい、サーフィンってすごいなって思うんでね。あんまサーフィンしない人からも見てくれてるから、あんまサーフィンしない人からしたら3年前のライディングも今のライディングはあんま変わんないと思うんですけど、でもね、私の中ではすごい劇的な変化があって、なんかこれからも次逆に3年後になったらどうなってるんだろうっていうワクワクもあるし、サーフィンだけじゃなくてもやっぱり何事もなんかこう続けて頑張るとか、楽しいなとかやってみたいなって思うことはこれからもチャレンジしていけるね人生でありたいなっていうお話です。はい、何より3年経ちましたんで、節目ということもあって、これから今後の活動とかこれからどうしていくかとか、前からね全然そういうのないんですけど、これからもやっぱサーフィンって楽しいし、なんかサーフィン楽しいなと思ってくれる人が一人でもさすらいサーフ TV 見て思ってくれたらそれは本当に嬉しいし、サーファーじゃなくてもなんかこういうの頑張ってる人っていいよねとか、なんか何かに熱中するっていいよねとか、なんかそういう風に思ってもらえるようにやっていけたらなと思ってます。本当にね、いつも毎回コメントしてくれる人だったり応援してくれる人とかなんかあって、本当に活動こうやって YouTube 続けていられるので、本当に皆さんには感謝してます。皆さんがあったから本当になんかいろんなことを私に出会わせてもらえたと思ってるし、いろんな経験させてもらえてると思ってるので本当に感謝してるし、これからもぜひさすらいサーフ TV ゆるく楽しく見てくれたら嬉しいです。そんなこんなでちょっとね、今日ずっと風弱いんですけど、でもなんかさっきより波が張ってきて良い気がする。はい、ちょっと今からねサーフィンしようと思うんで、この節目3年目ということでね、いいライディング見せれるように頑張りたいと思って、はい、ちょっと頑張って上手くなったっていうのをね、久しぶりに見る方も思ってもらえたらとか言うとさ乗れないんだけど、ちょっとその意気込まずとりあえず波いいんで楽しく乗っていきたいと思うんですけど、どの歌で入ろうかな。今日ねいろいろ持ってきたんですよ。今日予報が絶対いいって感じだったから、とりあえずちょっと着替えていきたいと思います。はい、着替えました。なんかさめっちゃ寒いんだけど、ロンスプ着たんだけど、でも水温はあったかいんでね、いや寒い。なんかあれから30分ぐらい波ずっと見てたんだけど変わらずずっとよくて、でも多分なんかアウトの波を待ちすぎるとあんま良くなさそうだから、ちょっとアウトに引っ張られないように、セット入ってくるとね結構でかそうに見えるんだけど割れるのがそんなにアウトじゃないから、ちょっとインサイド目で狙ってみようかなと思っております。寒い。今年の夏はさこのロンスプ一番来たかもしんない。これ今年オーダーしたやつなんだけど、いやーもう秋ですね。板はめっちゃ迷ったんだけどMF ツインで入ります。サイズは 5-3 の20と4分の1かな。ちょっと出しておきます。2と4分の1かな。28リッターで HD のフィンをつけてます。結構これ乗んの久しぶり。
でこの板結構短いんですよね。5-3、いつも5-8と5-9を乗ってるんで、だいぶ短く乗る感じなんで、乗る感覚とかも全然違くて、それをね間違えると本当引っかかんなくなっちゃうんですよ、黒くあるのに。だからすごい乗る位置をしっかり意識しながら、でも乗ったらめっちゃ軽いで、結構ねレールとかすごい分厚くて重そうに感じるんだけど、乗るとすごい軽いんで、なるべく早く引っ掛けてちょっとパワーゾーンキープするサーフィンしたいなと思って、まあね3年間の今日は節目なんでね、ちょっといいライディングかましちゃいたい。まあ走りすぎないことが多分今日一番テーマになると思いますんで、溜めてトップにドーンとか、溜めてカービング意識してやっていきたいと思います。いい波乗れるように皆さん願っててください。グッドボタンとチャンネル登録もポチッとよろしくお願いします。じゃあ行ってきます。じゃあもうかなりやばい。なんかすごいサイズがあってパワーはそれなりにあるんだけど、なかなか引っかかりづらいから、この板で早く引っ掛けてこうちょっと待ちながらサーフィンしてどんどん加速していける感じで調子いいです。お祝いウェーブって感じですね、3周年の。
まってたら 8.5 でした。カナン回転でエクセレントでした。2.5 めっちゃ楽しかった。最高。明るい。はい、ということでお疲れ様でした。もうめっちゃ波良かった。もう今年で一番いいんじゃないかってぐらいさ、めっちゃ良かったし、海で入ってた人もね、こんな日なかなかないよねって言ってた。いやほんとそうですよ。マジで今年一だったし、ライディングもね結構気持ちいいのあったんですけど、ロングライド記録で言ったらマジで今年一だった。多分バリよりロングライドできたと思う。レギュラーね、もう 8.5 とか言ったけど、まだね映像見てないんですけど、気持ちは 8.5。 今月でさすらいサーフ TV 始めて、3周年ということでね、今回の動画はちょっと節目の動画になったんですけど、節目ですっごいいい波でサーフィンできたし、でちょうど1年前の2周年の時もね、たまたま同じポイントで入ってて、すごい波が良くて、なんか運命的な感じもします。はい、今日は本当に波が良くて嬉しい。そんな感じでね、これからも変わらずいろんないい波追い求めて、レベルアップも追い求めて楽しんでやっていきたいと思いますんで、これからもぜひ温かくさすらいサーフ TV 楽しく見てくれたらなと思います。いつもご視聴ありがとうございます。この動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。3年目もさすらい頑張ってねって思ってくれる方はグッドボタンとチャンネル登録とコメントも皆さんお待ちしてます。次回の動画もお楽しみに。